西新井方面に向かって歩いていきます。足立区も一歩中に入ればどこの区かわからないね。全然個性がないというか、まあよくウェブなんかで足立区やばいとか言う人いるけど、ぶっちゃけて個人的な感想から言うとあんまり変わらないんだよね、他の区として。本当にやばいってなったら、ぶっちゃけ言うとインドなんかと比べるとめちゃくちゃやばいと思うよ。コルカタとかね、デリーとか、もう見るからにやばい。貧富のさ、道で寝てる人多いし、この駅なんだろうね。明らかにこれ舎人だと思うんだけど、舎人ないな。小屋駅到着、次行きます。すごいね、このベランダに干してるもの。生活感がなんていうのかな、本当に庶民のマンションっていう感じかな。団地だねこれ、本当どこを見ても団地。足立区って言っても他の区と全然変わらないよ。住所としては西新井についてんだけどね、なんかあんまりパッとしないね。今西新井に向けて歩いてます。で、方角は東です。で、イメージとすると目の前の左手あたりに薬師の大師が出てくるって感じ。ここまっすぐ行くと西新井大師なんで、ここから右折します。正直明日は大晦日なんだけど何もやってないね。というかあんまり店もないし、見て、あつもさ、あゆちゃん真似するじゃん。ここがメインの参道です。右折します。正直浅草とか柴又なんかと比べると規模ちっちゃいね。年末年始の準備中だね。西新井方面、今いるところから竹の塚方面の方に歩いていきます。ほんと足立区といっても全然変わり映えしないね、他の地区と。部分だけ切り取られたら正直言って誰も判断できないと思う、ここが何区か。この道を北東の方に進めば竹の塚があるんだけど、ちょっとやっぱりいつもの通り大通りは面白くないんで路地に入ります。住所はすでに竹の塚に入ってるね。もうそろそろで竹の塚のメインのところだと思う。もうここら辺あたりが竹の塚のメインストリートなんだけど、かなり前にも来たことあるんだけど、リトルマニアっていうことでちょっと探索してみたいと思います。なんか何の変わり映えもしない、よくある他の街でも見れる街に見えるんで、ちょっと探索します。
なんかね、これぞ竹の塚っていう風なイメージの店とか物とかなんか見たいなと思うんだけど、あるかな？多分ないと思う。昔の記憶からでは。なんかリトルマニュラ的なものは見えないね。普通の中華とか牛丼屋とかラーメン屋とか、全部撤退したのかな、わかんないけど、竹の塚の情報もかなり古いんでね、自分が持ってるのは。竹の塚到着。ちょっと散策します。駅前のこれなんだろう、バカでかい、なんだろうね、これ学校じゃないよね。すごいね。めちゃくちゃ綺麗になってる。ほんとこれ多分開かずの踏切の問題解決されてるんじゃないのかな。見る限り上走ってるしね。普通に何の問題もなく反対側に渡れてる感じがするしね。いい感じの商店街もあるし。西口かな。ほんとめちゃくちゃ綺麗になってるね。ちょっと有名な場所なんで、もうちょっと散策してみます。正直言って何もないね。普通の街並みだよ。期待したんだけどね。また高架下に戻ってきましたと。さっき西口探索したんで、今度東口行きます。でもね、ぶっちゃけて何もないような気がする。駅前の商店街っていうか、ピーコックが全部占領してるような感じがするけど、なんか店構え変だね。全部ピーコックが占領してんのかな。あんまりなんていうのかな、一つ盛り上がりに欠ける街並みだね。全然ないってわけではないけど、ほぼほぼないって感じかな。多分ここが竹の塚一の繁華街かな。これで終わりって言ってくるけど、もうここから
メインの通りに戻って竹の塚を北上して草加を目指します。正直言ってね、まあ期待というか予測はしてたけど何もないね、なんかリトルマニラとも言うけれどもその気配さえも感じないし、いろいろなんていうのかな、商店、食べ物屋さんとか飲み屋さんとか、まあ、数は少ないけど固まってるっていう風なのはいいよね。多分これで竹の塚のメインの繁華街は終わりだね。なんか寂しいけど、まあちょっと東京からでも離れたところ、まあ仕方ないかな。かなり古そうな家だね。まあ足立区にもこういうのはあるけど、まあ、他の地区にもね。でもね、もうなんていうのかな、もうぽつりぽつりというか、再開発から逃れたような場所。まあ時間次第だよね。時間次第でこういったのがなくなるんで。今竹の塚を北上してます。本当に東京のどこにでもあるような風景。足立区もマンションアパートジャングルだね。ほんとすごい。竹の塚の移動販売スーパーかな。まあ、見る限りかなり高齢なんで楽に立ってるかもしれないね。本当にね、今日歩いてきて明日がね2025年の最後だとは思えないよね。というか本当普通の日の週末って感じはするんだけどね。なんかまあ当然商店街はちょっと華やいでるけども、草加に向けて継続して北上してます。というかね、今川があるんでこれを渡らないといけないんだよね。ということで橋を探してます。この川を渡らないといけないんだよね。目の前の橋を渡って継続して北上します。行き止まりだね。どっちがいいのかな、この道を渡るのは。ちょっと困ったね。高架下くぐれるんで、そうじゃないとねめっちゃ歩くんだよね。まあでも時間ロス的には15分20分かな。ほんとよかったね。ここは明らかに雪だね。何駅だろう。
ここも開発済みの駅前かな。すごいね、マンションやっぱり。八塚駅到着。次行きます。正直言って何もないね、駅前だけど。まあ基本的に山手線とかね、中央線とかね、メジャーどころが発展しすぎてるんで、やっぱりそこら辺あたりで比べるとかなり見劣りするっていうかね。でもね、生活するには安いんだよね、多分。正直ね、古い建物とか珍しい建物期待してるんだけど、もう動画見れば分かる通り何もないね。ぶっちゃけ言って本当にさっちもこっちも再開発だらけ。まあ安全の点から言うと仕方ないんだよね。こんな密集地帯の古い木造なんか火事があったら一発で終わりなんでね。あと震災とか何かしらの難しいね。何あれ、なんかかなり古そうなものがあるね。でもね、なんだろうこれ、多分工場かな。工場跡地、あるいはまだ使ってるかもしれないし、っていうかね、入り口あたりがかなり綺麗なんだよね。まあ確かにかなりイノベーションされてる中で、これ異様っちゃ異様だけど、どうだろう。古いけど間違えたらどうだろう、使ってるかもね。もうここら辺あったり草加市なんだけども、歩いてると雰囲気としてどうだろうね、四つ木とかなんかあそこら辺あたりの雰囲気というかね、なんかたまにぽっつりとなんか古い家がポコって出てくるんだけど、もう本当にリノベーション待ってるよね、家がね。やっぱり草加もこう歩いてきて一般的な住宅街でね。多分これが商店街だね、草加のメインの。でも本当メインのストリートなんだけど何もないね、本当。なんかいつものごとくゴミゴミ感が増してきてるんで、また駅近いね。駅だね。なんか武蔵境とかあそこら辺あたりの駅に見えなくもないけど大きいね。ものすごく綺麗。まあ草加来たのは3回目かな、今まで。
草加駅到着、お疲れ様です。いつものように食事どころ探してちょっと観光して帰ります。本当にね、10年はいかないけれどもかなり久しぶりなんで、ちょっと観光してなんか変わったものあるかなと思うんだけど、でもねかなり綺麗になってる。以上。